こんにちは。仕事に役立つ文房具のお店、天の仕事道具店の店長天です。今日はこんな文房具あったらいいなと思っていたら、本当にあったっていうね、文房具を試しつつ紹介していきます。紹介する3つとも一工夫ある文房具で便利なアイテムなので、ぜひね、最後までご覧ください。一つ目は今年の夏にサンスター文具から発売開始されたマスキングテープカッターキリトリング440円です。なんか見覚えのあるようなフォルムですよね。こちらは親指につけて使うマステカッターで、複数の柄を使うときにわざわざテープカットをね、いくつも用意する必要がないという夢のようなアイテムです。羽の部分は柔らかいシリコン、取り本体、テープをカットする部分は丈夫なプラスチックでできています。左手でも右手でもどちらでも取り付けることができるので、左利きの人も問題なく使うことができます。カッターとかハサミって右利き用にね作られていることも多いかなと思うので、左手でも使えるマステカッターというのはね嬉しいですよね。対応するマスキングテープは 15mm 幅となっています。一般的にねよく売られているサイズかなと思います。使い方は簡単で、鳥を親指にはめて、そのまま 15mm 幅のマステを親指で押さえると、マステがね、小鳥にフィット。簡単にね、カットすることができます。切り口はね、細かいギザギザのタイプです。鳥本体にマステがね、フィットしているので、つけたまま、好きな長さまでスライドすることができますよ。連続でね、カットすることもできます。指で切るのとね、同じ感覚で使えて、でも切り口は綺麗っていうね、優れものです。で、親指はね、添えているだけになっているので、マステの柄をこんな感じで簡単に切り替えることができます。手帳とかね、梱包の時にめっちゃ便利そう。ちなみに 15mm より少しだけ幅が太いものだとこんな感じ。鳥が安定せず。1mm でもね、太かったらちょっと使うことができないかなと。で、逆に幅が狭いものでも試してみましたが、こちらも鳥がね、安定しません。ただ太い時とは違って鳥本体には入っているので刃を当てることはできます。切る時に親指がちょっとブレるので切り口はね、曲がってしまいました。15mm 幅だけの対応とちょっとね利用が限られてはいるんですけど、これ1個でいろいろな柄のマステをさっとカットできるのはすごく便利で、こちらはね当店でも取り扱いあるので、気になる方はぜひオンラインサイトをチェックしてみてください。次はゼブラから文字にラインという蛍光ペン1本110円、5色セットで550円です。2018年ぐらいからね発売されていたようですが、私はね最近存在を知りました。名前のね通り文字にラインを引くための蛍光ペンで、文字がにじまないのが特徴とのこと。ペン先はこの平たい面のタイプのみです。柔らかい素材のナイロンを使用していて、しなるので紙面にフィットするようになっています。このね、しなりがあるおかげで、分厚い参考書とかの曲面でも簡単にね、マーキングすることができるそうです。ということで、本当ににじまないのか、早速ね、試していこうと思います。今回は4本のペンで実験。1本目は書きやすさで定評のあるエナージェルインフリー 0.5mm。ゲルインクで速乾性もありますが、インクも多く出てくるので、にじまないっていうのは難しいのかなと。2本目はスタロジーから低粘度油性ボールペン。ゲルインクよりは、油性なのでそもそもね、にじみにくいっていうイメージがあります。文字がね、書きやすく気に入っているので、ぜひね、にじまないでほしいと思っています。はい。で、3本目は、パイロットの V コーン、直液タイプで、筆圧をかけずともインクがね、かすれることなく書けるペンです。ちょっとね、裏抜けしやすいんですけど、そういうの考えると他のボールペンよりインクの水分量が多くて乾きにくいんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。で、最後はね、ボールペンじゃないんですけど、どこまでにじまないのか試してみたくて、プレピーの万年筆。万年筆で書いた文字をね、マーカーするってことはね、ほとんどないと思いますが、実験してみます。ではね、実験の準備をする間に小話を。私は気がつくとね、趣味がなくて SNS ばっかり見ちゃう人間なので、少し前から月に一つ何かをね、作ったり取り組むようにしています。で、今月はね、編みぐるみを作っていて、先月は1000ピースのジグソーパズルをしていました。
今月のね、編みぐるみももうぼちぼち編み終わるので、そろそろ来月のを考え始めているんですが、なんか皆さんコツコツやる系のおすすめの趣味ってありませんか？今のところね、候補は、かぎ針編みでポシェット作りに挑戦するか、大人の色塗りをやってみるか。両方ともやったことはないんですけど、私の選びそうな選択肢だなという感じで、新鮮さがね、あんまないんですよね。やっていて無心になれて数日間かけてコツコツできるなんかねおすすめの趣味があればぜひコメントで教えてください。では実験に戻りまして、ボールペンで書いたらすぐに蛍光ペンでなぞっていきます。比較のために使っている蛍光ペンは無印良品のものでノックタイプでね使いやすい蛍光ペンです。書いてすぐ線を引くなんて滲むに決まっているかと思っているので恐る恐るやったんですが、文字にラインは滲まなかったので感動。無印の方も想像よりはね滲まなかったです。ちなみにペン先は両者とも少しだけねボールペンの黒インクが残っていました。で次はスタロジーの低粘土油性ボールペン。私は手帳など装飾目的でマーカー使うときは先にマーカー引いて、でその上にこの油性ボールペンで文字を上から書いています。で結果はねこちら、一部インクが少しダマになっているところが滲んでいるかなという感じ。無印の方はね線になるように滲んでいるので、文字にラインの方が滲んでいないっていうのは明らか。次は V コーンの直液タイプ水性ボールペンですね。直液タイプってあんまり聞き慣れないんですが、滑らかな書き心地です。水分量が多いためか最後の部分がね横に伸びちゃいました。無印の方も最後の部分とプラスで線が交差している部分がね伸びています。最後はねダメ元で万年筆も試してみます。こんな感じ。最初の方は滲んでいないので、もしかしたら乾いたらねハイライトできるのかもと思いました。無印の方も似たような結果になっています。というわけで全体的に文字にラインは滲みなしまたは少なめというね結果になりました。文字を書いてすぐにハイライトするという厳しい実験をねしたので、少し乾かした状態で滲んでしまった3本だけ再度実験。なんとね万年筆まで滲むことなく線をね引くことができました。いやすごいですね。公式サイトにはイオンの力で滲みを抑えているとのことで、ちょっと仕組みよくわかんないんですけど科学の力ですね。で無印の方は乾いた後に線を引いてもところどころ少し滲んでしまいました。文字にラインの凄さが際立つ結果となりました。はい。で、インクの機能もすごかったんですけど、ペン本体もね、勝手に転がらないようにキャップに凸部分がね、ついていたりとか、ペン立てに入れても何色かすぐわかるような、上から見てわかるようなデザインになっていて、使いやすいようになっています。最後はこちら、サンスター文具から角ソロ825円。かわいいね、豆みたいなフォルムです。こちらは角専用の一つ穴パンチになっています。使い方はね、本体にうっすらガイドがあるんですが、角をこの向きで穴開けパンチにセットしてパチンと押すと一つね、穴が開きます。他の紙にも穴をね、開けていきます。同じ場所に穴を開けることができるので、後でまとめた時に角が揃うようになっています。厚めの紙とかラミネート加工されているものだと、1枚ずつしか普通はね、穴開けパンチできないと思うので、1枚ずつやっても角が揃うっていうのは便利ですよね。マニュアルを作ってラミネート加工してまとめたりとか、オリジナルの単語帳を作ったりとか。で、こういう利用目的だと、通常だったらこの2穴タイプの穴開けパンチで代用することが、あるんじゃないかなと思います。やったことある方ならわかると思いますが、1枚ずつ1穴だけ開けると、角がね、ずれちゃうんですよね。そういうところを見せたくてやったんですけど、ちょっと私のいらない特技で、角揃っちゃってます。謎にね、ここだけ器用。で、ただね、角ソロと違うのは、穴の位置が角から均等の場所にないんですよ。リングや紐に通してかけることを考えると、均等なね、位置にある方が、見栄えもいいし、吊り下げた時にこうずれたりとかもしないと思います。で、あとね、ちょうど角の邪魔にならないところギリギリに開けられるのも、角ソロの方が優秀かなと思います。
個人的に1個残念な点は、押し込んだ状態でロックができないので、常に一番かさばる状態になっていること。それの何が残念かというと、当店ではポスト投函でお届けしているので、3センチ以上の厚みのあるものっていうのはね、取り扱えないようになってます。押し込んだ状態はね、3センチなので、この状態でキープできればね、うちでも送ることができたんですが、開いた状態なのと5センチ。というわけで、気になった方はぜひね、文房具屋で探してみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。今週の木曜日メンバーシップ動画の2本目が上がるので、もし気になる方いたらぜひ登録してお待ちください。またねー。